はい、皆さん、こんにちは、ジローです。本日も僕のポッドキャストを聞きに来てくださりありがとうございます。本日もよろしくお願いします。はい、皆さん、お元気でしたか？僕はね、めちゃめちゃ元気です。僕は2月なのに半袖を着てしまうぐらい元気です。というのは冗談で長袖の服を洗い忘れてましたね。だから僕はね、着れる服がこの半袖の T シャツしかないということで、正直寒い今2月だよね。で、まだ最高気温も、11度とかに、11度はないか。最高気温が15度とかだよね、東京って。半袖は寒いねだけど、しょうがない。僕が長袖を選択してなかっただけなのでね。僕はそれが僕の反省点です。だから、寒いから、もうエアコンを、いつもより2度ぐらい温度上げてる。じゃないと寒すぎて、このポッドキャストの収録できないわ。ということで、本日も元気にポッドキャストをやっていきたいと思いますが、冬の中でも、一番寒い時期は、半袖すら着れないと思うんだよ。いくら暖房を使っても半袖は着れない。冬の一番寒い時期は。ただ、冬の一番寒い時期が終わろうとしてますよ。もう最高の時期がやってこようとしてる。冬が終わって春になろうとしてるよ。いや、それをね、毎日感じる。もう日に日に気温が上がっていってるっていうことを感じてるんだよ。今。前ね、僕はポッドキャストで冬が大嫌いだよっていうことをみんなに話したんだけど、そんな冬という季節が終わろうとしている。やっぱりさ、一番それを実感するのって、日の入りの時刻が遅くなったことだと思うんだよね。やっぱり太陽が出ている時間が長いと気持ちよく一日を過ごすことができるんだよね。で、日本で選挙があったのが2月の8日じゃん。で、その時は東京でも雪がたくさん降ったんだよ。雪が積もってたんだよ。ただ、それから1週間経ったら、暖かい日が続くようになってきたんだよ。本当に嬉しいわ。いや、僕はね、本当に年々冬が嫌いになってきてる気がする。本当に嬉しい。ただね、冬が終わることって、嬉しいことだけではないんだよね。わかるかな、みんな。なんとね、これから日本には花粉症の季節がやってきます。花粉症ってみんな知ってる？いや、せっかく冬が終わったのに、花粉症の時期が来ちゃうんだよ。で、花粉症はね、ある意味日本独特のものなんで、知らない人も多いと思うんだけど、花粉症が何かっていうのをみんなに説明しようと思う。まずはね、花粉症とは、杉とかヒノキといった植物の花粉が原因で起こるアレルギー疾患。アレルギー疾患です。症状は、くしゃみ、鼻水、鼻づまり、目のかゆみなどがあります。いや、本当にこれが厄介なんだよね。
で、花粉症のシーズンは、だいたい2月から4月まで。うん。だから今は2月の中旬でしょ？花粉症シーズンがまだ始まったばかりで、まだね、花粉症で苦しんでいる人は少ないかなって思うんだけど、なんと、日本人の2人に1人が花粉症と言われています。2人に1人だよ。日本人の 50% が花粉症なんだよ。やばくないそう。だから日本人の2人に1人は、これからの季節、くしゃみとか、鼻水とかに苦しい、日本人の2人に1人は、これからの季節、花粉症に苦しむことになるんだよね。で、なんで日本人はそんなに花粉症の人が多いんだって思うでしょ？これね、日本人が遺伝的に花粉症になってしまうとかではないんだよ。うん。なんと日本の山にはね、たくさんの杉とかヒノキとかの木が植えられてるんだよ。日本ではね、1945年に戦争が終わったんだよね。うん、一番最後の戦争が1945年でした。で、その後に成長が早い杉とかヒノキとかを日本の山林にたくさん植えたらしいんだよ。で、そういう杉とかヒノキの木ってもう本当にたくさんの花粉をこの時期になると撒き散らすわけ。うん。で、東京ってさ、森林あまりないんですよ。うん。他の県と比べたら、やっぱり、山が占める、面積の割合って少ないんだけど、花粉ってね、すごい長い距離飛ぶわけ。だから、日本のね、例えば東京でも、たくさんの人が花粉症に悩まされてるんだけど、もう東京よりもすごい遠い場所の杉とかヒノキから飛んできた花粉のせいで、東京にいる人たちはね、花粉症に悩まされるんだよね。うん。本当にひどい話だよね。だから、ある意味花粉症って人災なんだよね。うん。杉とかヒノキとかの木をそんなにたくさん植えなければ、この日本人の花粉症の問題ってそもそもこんな大問題ではなかった。うん。日本人の2人に1人がね、この時期になると、くしゃみとか鼻水に悩まされるようになるんだけど、日本人はね、やっぱり、その状況に慣れてますから、この2月ぐらいになるとね、もう一気にマスクをしている人が増えるよね。普段マスクをしないような人でも、マスクをするようになります。うん。で、みんな覚えてるかな？ 2019 年の終わりとか2020年の最初の方にさ、コロナウイルスが流行り始めたじゃん。で、日本ではね、他の国と比べると、コロナウイルスの感染者数があまり増えなかったんだよね、最初の方。うん。で、そういう時にね、日本人はもともと花粉症の影響でマスクをつける習慣があったから、感染者数が、他の国と比べて爆発的に増えなかったとも言われてたんだよね。それくらい日本人はね、花粉症が原因でマスクをつけている人が多い。うん。東京の街を歩いてると本当に多いよ。マスクをつけている人。で、マスクをつけている人自体は、この2月から4月以外でも、見るわけよ。うん。例えば、10月とか11月とか、乾燥する季節になっ
ってきたタイミングで、インフルエンザとか、コロナとかが流行るじゃん。うん。その時に、風邪ひきたくないから、インフルになりたくないから、コロナになりたくないからっていう理由で、マスクをつけている人は多いね。うん。あとは冬って乾燥するから、保湿をするためにも、マスクをつけてる人がいるよね。特に、アナウンサーの人とかはさ、マスクつけないと、ね喉がどんどん壊れていってしまって仕事にならないからね。懐かしいな。僕も昔ね、小学生の頃だったかな、学校に、お父さんがアナウンサーの人がいたんだよね。うん。で、その子はね、一年中マスクをつけてたんだよ。うん。だからね、その人の本当の顔をあまり見たことがなかった。で、たまにさ、その子がマスクを外すと、あ、こういう顔してたんだ、みたいな感覚になったんだよね。うん。その子が、なんでマスクをつけてたかっていうと、みんなが今想像できてる通り、親がアナウンサーだから、その、アナウンサーの親にね、何かウイルスを移さないために、ずっとマスクをつけてたと思うんだけど、コロナの時期ってさ、日本ではね、本当に全員が外を歩くときはマスクをつけてたから、例えばその時期に初めて会った人に関しては、しばらく本当の顔を見ることができなかったよね。で、たまにご飯を一緒に食べるときに、あ、こういう顔してたんだ、みたいな感じに思ってたな。懐かしいな。コロナウイルスが流行り始めたのってだって5年前、いや、6年前とかか。そんなに時が経ったんだね。うん。だからね、日本ではね、マスク美人っていう言葉とかが流行ったよね。もう本当にひどい言葉だよね。うん。マスクをつけてる状態で美人な人っていう意味なんだけど、うん。そのマスクを外したら、そんなに美人じゃなかったとかね。そういう人もいたね。うん。もう本当に悲しいことなんだけどさ。うん。でも今はね、花粉症の季節くらいかな。みんなマスクをつけなきゃいけなくなるのは。ただ、人によってその重度って違うんだよ。本当にひどい症状を持ってる人もいれば、そこまでひどくない軽い症状の人もいるわけ。で、その花粉症の時期はね、マスクだけじゃなくて、花粉症対策でメガネをつける人もいるの。で、花粉症対策用のメガネって、普通のメガネと違うんだよね。なんかね、目全体を覆うような構造になって、どこからも花粉が目に侵入しないようになってるんだよ。うん。あのメガネをね、つけてる人がそろそろこの時期になると出てくるかなって思うんだけど、まだ見てないな。うん。さて、こうやってね、僕が花粉症の話をしていると、みんなが一つ気になったことがあると思うんだよ。うん。多分みんな、全員がある疑問を今持ってると思う。私、二郎は花粉症なのかどうかということについて話そうかな。うん。私、二郎はですね、花粉症です。僕、花粉症なんだよ。うん。でも、一つ言わせて。僕、花粉症なんだけど、花粉症初心者なんですよ。多分だけど、
花粉症の症状が出たのって、そう、初めて花粉症の症状が出たのって、3年前くらいなんだよね。だから、花粉症になって、あまり時間が経ってない。で、どういう症状が僕にあるかっていうとね、花粉症の時期になると、とにかく、喉と目が痒くなる。うん。で、鼻水はね、そこまでたくさん出ないような気がするんだけど、ただね、喉と目が痒くなるのって本当に厄介で、なんか仕事にも集中できなくなるんだよね。だから、花粉症治ってほしいなって思うんだけど、多分、ずっと日本にいたら治んないね、花粉症は。で、僕はね、花粉症多分3年目とか4年目なんだけど、僕の周りにはね、僕が花粉症になるよりも、ずっと前から花粉症の人がいるわけ。うん。だからね、だから僕ね、多分だけど、年々花粉症の症状がひどくなっていってる気がする。うん。去年のこの時期が、人生で一番辛い花粉症だったと思うんだよね。うん。だけどさ、僕ってめんどくさがり屋だからさ、マスクとかつけるのもめんどくさいし、メガネをつけるのもめんどくさいしさ、だって僕、コンタクトレンズとか、メガネとか、普段使わないからさ、なんだろうな、メガネをかけるとか、そういう習慣がないんだよね。ただ、そう、花粉症の季節になると、メガネ買おうかなって毎年思ってるんだよね。うん。かといってメガネはね、買ったことないんだけど、多分今年もメガネ買うかどうかで悩むと思うんだけどさ。うん。そう。で、話を戻すと、去年はね、もう友達に、花粉症の友達に薬を紹介してもらったんだよね。で、さっきも言った通りさ、日本人って、花粉症の人多いから、薬局でも花粉症の薬がたくさん売ってるわけ。うん。で、僕はね、その花粉症の友達に、この薬いいよって言ってもらって、花粉症の薬をおすすめしてもらって、薬局に行ってその薬を買いました。うん。これでちょっとは花粉症の症状がマシになるかなとか思ってたんだけど、なんせ僕はめんどくさがり屋なんですよ。うん。薬を飲むっていうことを忘れてしまうし、薬を飲むために水を用意してとか、そういうことをするのがめんどくさい。もう本当にひどい話なんだけど、去年はその薬、一回も飲みませんでした。だから、もう未開封のまま家にその薬が保存してある。うん。だからね、今年は、薬を飲まなきゃいけない状態に陥っても、わざわざ薬局で薬を買う必要はないんだよね。今年こそは薬飲んでやろうと思ってるわ。うん、今年こそは薬飲む。うん。もう本当にね、恥ずかしいことなんだけど、風邪をひいたりとかした時って、僕はね、毎回自然治癒力で乗り切ろうとするんだよね。普通の人だったらさ、風邪をひいたら病院に行ったりするでしょ。で、薬を処方してもらえるからさ、それが一番、風邪とか病気を治す、一番手っ取り早い方法だと思うんだけど、僕はなぜかね、これは癖なんだけど、毎回ね、病院に行かないの。自然治癒力で乗り切ろうとするんだよね。風邪になって、あまり病院に行かないから、薬局で薬を買うっていうこともね、全然しないわけ。正直ね、薬局で薬を買うとか、薬局で買った薬を
飲むとかっていうことに若干抵抗がある。うん。そう、僕ね、本当にね、時代遅れの人間なんですよ。うん。だって薬飲んだ方が絶対治るの早いからね。ただ今年はね、去年みたいな辛い思いをしたくないので、薬飲もうかなって思ってるね。ていうか僕、散歩大好きなのに散歩もできなくなるじゃん。思い出したわ。この時期ね、てか僕散歩大好きなんだよね。散歩大好きなんだけど、この時期って散歩できなくなるわけ。なんでかっていうと、花粉症だから。家の外に出るとね、まあ目とか鼻とか喉が痒くなるし、でさ、散歩するときにマスクつけたくなくない？だよね。そうだ、決めた。いや、今年は絶対に薬飲む。今年は絶対に花粉症の薬を飲む。どんくらいの効き目があるんだろう。僕さ、花粉症の薬今まで飲んだことないからわかんないんだけど、その薬を飲んだら、もうマスクとかメガネとかしなくても、家の外とか歩くことができるってこと？そうなの？誰か花粉症の薬飲んだことある人いる？いや、だってやだよ。だってこれからの季節さ、どんどん暖かくなってくじゃん。そんな中、マスクつけたくないじゃん。うん、冬につけるマスクはいいんだけどさ。とにかく、薬を飲まないと何も始まらないので、薬は飲むようにするわ。うん。多分、あそこに収納したなっていう場所があるから、薬を飲む。もう飲み始めた方がいいのかな？まだ花粉シーズンになったばかりだから、そこまでたくさん花粉が飛んでるわけではない。ただ、飲むなら、今から飲んだ方がいいのかな？薬の副作用とかないかな？ちょっとちゃんと確認したい。うん、ちゃんと確認するわ。うん。で、僕ね、3年前くらいに初めて花粉症の症状が出たっていうことを言ったんだけどさ、こういう僕みたいに、大人になってから花粉症を発症するパターンって結構あるらしいんだよね。うん。だから、日本にいて、まだ花粉症を発症していないっていうそこの君も、まだ油断しない方がいいんだよね。うん、で、僕はね、花粉症になったくらい、花粉症になった時期ぐらいに、体に花粉症以外の変化も現れたんだよ。なんだと思う？うん。これはね、人によっては結構ショックなんじゃないかなっていう、そういう体の変化なんだけど、それが何かと言いますとね、特定の果物を食べると喉が痒くなるようになったんですよ。うん。つまり僕は花粉症になると同時に果物のアレルギーにもなったっぽかったんだよね。いや、これね、フルーツ好きの人にとっては本当に、なんて言うんだろうな。お気の毒なことなんだけどさ。で、僕が、どんな食べ物を、てか、どんな果物を食べると、喉が痒くなるかと言いますと、すべてを把握できてるわけではないんだけど、僕が把握できてるのは、リンゴ、桃、さくらんぼだね。あと、梨もかな。うん。この果物。なんか食べるとね、喉が痒くなるんだよね。で、さあ、たまに果物を食べるときあるじゃん。うん。
で、その時にさ、いや僕ね、そもそも果物アレルギーだって気づく前から、なんとなく果物を食べるたびに、なんか喉が痒くなるなとは思ってたんだよ。桃とか、さくらんぼとか、僕結構大好きで、たまに食べるじゃん。で、なんか喉が痒いなみたいな感じで思ってたんだよ。でも、何も気にしなかった。うん。あ、たまたま喉が痒くなったのかなって思ったんだけど、ある日、気づいたんだよね。あれ、僕ってもしかして、さくらんぼを食べると、毎回喉が痒くなっていないかって。いや、ある日気づいたんだよ。この規則性に。いや、僕が喉が痒くなるタイミングって、毎回、さくらんぼとかを食べてる時だなっていうそういう規則性ね。で、まあ、それと同時に花粉症の症状も出てきたから、何かおかしいなって思ったわけ。で、ちゃんとネットで検索して調べてみました。するとね、多分僕は、バラ科アレルギーっていう種類のアレルギーだと思うんだよね。うん。で、やっぱり、花粉症と合併して、引き起こされるらしいんだよね。うん。そう。悲しいね。だって、桃とか桜も僕大好きなのにさ、もう食べれないわけよ。まあ、食べてもいいんだけど、痒くなる。喉が。うん。で、僕にとってね、まあ、リンゴは、まあ、好きなんだけど、なんか、そこまで大好きというわけではないかな。うん。ただ、桃とかさくらんぼは結構好きだったんだよ。うん。まあ、だから結構残念なんだけどさ、アレルギーだっていうことが分かって。まあ、もともとね、まあ普段から果物をあまり食べないから、そこまで致命的な影響っていうのはないんだけど、ただみかんとかパイナップルが食べられなくなったら、だいぶテンション下がると思うわ。いや、僕、みかんとパイナップル大好きなんだよね。うん。美味しくないみかんとパイナップル。まだ桃とさくらんぼは一生食べられなくても大丈夫。みかんとかパイナップルは死ぬまで何回でも食べたいんだよ。うん。まあこういう風にね、まあアレルギーだっていうことが発覚したんだけど、まさか自分がアレルギーを持ってるなんて思わなかったんだよね。うん。まあ自分、アレルギーってどっちかっていうと、今までは自分の問題っていうか、なんか他人事だったなっていう風に思っててさ、まあ、小学校の頃とかね、まあ、小麦アレルギーの人がクラスにいたんだよね。うん。で、小麦が使われている、まあ、ご飯っていうか、メニューって多いじゃん。うん。まあ、パンとかがそれの代表例だよね。だから、その子はね、パンを食べることができてなかったよね。小麦で作られたパンは食べることができてなくてさ、小学校の給食で結構な頻度でパンが出てくるわけ。うん、で、その度に、そのアレルギー、小麦アレルギーの子はね、家から小麦で作られてないパンを持ってきてた。うん。だからその光景が懐かしいな。だから、まあ、給食があるんだけど、多分その子の親が、毎回作ってるんだろうね。そういうパンを。まあ、小麦アレルギーだと、食べれないもの多いからね。まあ、パスタとかもそうだよね。で、まあ、そういう子ってさ、まあ、僕と比べても、まあ、食べることができるものってすごい限られちゃうと思うんだけど、実際に僕がこうやって果物に
対してアレルギーがあるっていうことが分かって、ようやくなんか少しだけその子の気持ちが分かったような気がするんだよね。うん。で、結構な、結構僕が経験したのは、そばっこアレルギーに対するアレルギー反応を結構見たね。これもね、学校に通ってた頃の話だよね。だから中学生とか高校生だった頃かな。あの、修学旅行に行くじゃん。中学生とか高校生ってさ。まあ小学生でも行くけど、まあなんか小学生の頃と比べて、中学生の頃とか高校生の頃って、そうやって、泊まるイベントって結構多かったと思うんだよね。うん。で、まあ、そういう時ってさ、まあ旅館に泊まるんだけど、まあ旅館によっては、そば粉で作られた枕が置いてあるところがあるわけ。で、そば粉アレルギーの人がね、その枕に頭を置いて寝ようとすると、すごい辛そうだったのを覚えてる。うん。だからそもそも、そういうのを前もって把握しておかなきゃいけないじゃん。でも、それがね、できてない時があって、おやすみって言って寝た時にね、急に、かゆがり始めてね、その子は。あ、これそば粉アレルギー、そば粉使ってるんだ、この枕ってなることが2、3回あったよな。うん、これはね、2、3回僕は目撃したね。うん。だから僕は、まあ今のところ、発覚している僕のアレルギーって多分バラ科アレルギーだと思うんだけど、うん。だからアレルギーをたくさん持っている人はね、まあ日常生活で辛いことがたくさんあるから大変だと思うんだけど、まあそうやってね、なんか何かことが起きてからじゃ遅いよね。小麦アレルギーなのに小麦を、小麦で作られたものを食べちゃったとか、そば粉アレルギーだけど、そば粉で作られた枕を使っちゃったとか、そうなる前にアレルギー検査をね、する必要があると思うんだけど、僕は今までやったことないんだよな、アレルギー検査。やった方がいいよね、絶対。何かさ、他のアレルギーが発覚するかもしれないし、あ、でもやったことあるか。今思い出した。確か、僕が小学生の頃だったかな。アレルギー検査やった気がするな。うん。ただ、その時は、何も問題なかった気がするんだよな。だから、さっきも言ったみたいにさ、大人になってからその症状が出るっていうことがあるから、多分今僕がアレルギー検査をしたら、その子供の頃にやった検査の結果と、また違う結果が出るんだろうね。またこうやって僕の悪い癖が出てる、この僕がね、めんどくさがり屋だから、アレルギー検査とかしてないんだけどさ、いや、アレルギー検査しないといけないな。病院に行くのめんどくさいけどな。まあ、やんないとな。うん。まあ、ただ、まあ今、まあしばらくさ、果物アレルギーの話してたんだけど、多分僕のこの果物アレルギーと花粉症に関してはね、そこまで症状が重くはないと思うんだよね。まあもっと花粉症に苦労してる人ってたくさんいるからさ。うん。だからね、一番いい方法といえば、日本の山林に植えられてるヒノキとか杉とかを全部引っこ抜いてくることだよね。いや、何円かかるんだろうね。これやろうと思ったら。でもね、日本人のこの時期の生産性がマジで下がってると思うわ。この花粉のせいで。だって、二人に一人だよ。そう。
だから、できることなら、杉の木、ヒノキはね、すべて引っこ抜きたいんだけど、そんなのはね、うん、非現実的だと思うんだけど、えなんと最近になってね、その花粉症を発症する人って増えてきてるらしくて、でその理由が、さっき話した昔植えられた、杉とかヒノキとかの花粉が、年々たくさんの量飛ぶようになってる。で、なんでかっていうと、その木が成長してきたから。ああ、だから多分ね、木の数を減らしていかない限りは、どんどん花粉症の患者が増えていくと思うんだよね。うん。で、花粉症はね、本当に日本独特の問題なんだけど、日本人ではない方にも花粉症になる潜在的なリスクはあります。というか、日本に長く住んだら花粉症を発症する人は多いと思う。うん。調べたんだけど、海外から日本に来て、日本に住んだ場合だよ。何年かすると花粉症になっちゃうらしいんだよね。だから、この動画の冒頭で言った通り、自分がどこ出身か。だから、日本人だから花粉症だっていうわけでもないんだよね。自分がどこの国出身、どこの地域出身かっていうことは全く関係ない。日本に来たら花粉症になる可能性があります。で、日本に移り住んでから花粉症を発症するまでの期間って本当に人それぞれらしい。うん。で、日本に来て、すぐ花粉症になっちゃう人もいるらしい。ただ、花粉症になるには時間がかかる人もいる。うん。だから、いつ花粉症になるかわかんない。だってさ、僕なんてさ、この日本にもう10年以上住んで花粉症になったわけじゃん。うん。だから日本に来て、例えば、5年間何も問題なく過ごせてたとしてもね、6年目から突然花粉症を発症するっていうパターンもあるんだよ。だから、みんな気をつけてね。日本ってすごい楽しい国だし、面白い国だし、いい国なんだけど、花粉症って結構辛いからね。だから日本に来て、長い間住むことへのデメリットを把握するなら、まずは花粉症があるよっていうことをみんなには知ってほしい。うん。で、日本の中にもね、花粉症になりやすいエリアと、そうじゃないエリアっていうのがあるらしいんだよ。ちょっと待って、一回水飲ますね。というか、今冷静になって考えるとさ、最初このポッドキャストを撮り始めた時はさ、結構寒かったんだけど、なんか話してたらどんどん体温が上がってきた気がする。なんか今そんなに寒くない。うん。やっぱり話すことが一番の防寒対策なんじゃないかな。うん。そんな話は置いといて。何の話してたっけ？あ、そうだ。日本の中でも花粉症になりやすい地域と花粉症になりにくい地域があるっていう話なんだけど、山梨県とか山林が多いところって花粉症の人本当に多いらしいよ。うん。花粉症って何かっていうと、その花粉に対する免疫反応が出てしまうものなんだよ。うん。だから、普段から花粉を浴びる環境下にいると、花粉症を発症する可能性が高いんだよね。うん。で、東京でもさっき話したみたいに花粉症になる人、すごい多い。じゃあ、
まあ、どこに住めば花粉症を回避できる可能性が高いのかっていう話だよね。日本だとね、沖縄とか北海道とかに住むと、その地域の杉とかヒノキの花粉が飛散する量が比較的少ないから、花粉症になる可能性が結構低いらしいです。ということで、花粉症になりたくない方がいたら、ぜひ、花粉症になりたくなくて、しかも日本で暮らしたいっていう方がいたらね、あなたが取れる選択肢はたった2つです。いや、3つかな。まずは沖縄に住むこと。2つ目は北海道に住むこと。やばい。今なんか変な指の形してた。最後が、3つ目が、まあ北海道とか沖縄に住まないけど、我慢して薬を飲んでマスクをつけてメガネをかけて花粉症シーズンを乗り切るっていうことだね。どれがいい？いや、だからね、日本で花粉症になりたくなかったら、日本の一番北に行くか、日本の一番南に行くしかないということだね。いや、沖縄の人たちって本当に幸せだよな。北海道の人たちも本当に幸せだよな。あんなに広大な自然があってね、あるからね。北海道には。そして、沖縄には綺麗な海があるということで。いいことだらけだね。うん。で、まあ、やっぱり、外国人が住んでる人って、外国人で日本に住んでる人って、東京に住んでいる人が多いと思うんだけど、東京はね、花粉症になります。うん。という風に考えると、今冬じゃん。今冬だから、夏が早く来てほしいなとか思うんだけど、もしかして、最高な時期ってないのか？2月から4月は、花粉に苦しむことになるじゃん。うん。そして、5月は、梅雨じゃん。5月と6月は、梅雨があるから、毎日雨が降るでしょ？で、7月、8月、9月は暑すぎるでしょ？ 10 月は台風が来るかもしれないでしょ？ 11 月、12月、1月、2月は寒すぎるでしょ？完璧な時期なんてないんだ。この日本には。うん。ね、本当にね、厳しい世の中だけど、頑張ろうぜ。うん。僕はね、今年は、薬を飲んで花粉症を乗り切ろうかなって思うよね。うん。で、僕ね、今日本に住んでるからさ、海外の方と話す機会っていうのがあまりないんだけど、だからね、花粉症ですって言ってる外国の方をね、見たことがない。うん。だからぜひ、日本に来て花粉症を今まで発症したよっていう人がいたら、コメント欄で教えてください。ぜひ教えてください。やっぱり日本人じゃなくても花粉症になる人いるんだって思えるからね。いやでも絶対日本の花粉症のこと知らない人多いと思うわ。海外から日本に来る人で。うん。だから、花粉症のことを知らない状態で、花粉症に気づくって、いやでもどうなるんだ？例えば、今の時期に初めて日本に来たとして、あれなんか、いや違うか。1年目は花粉症を発症するケースが少ないんだ。例えば日本に来て5年間住むじゃん。5年住んだとして、6年目のこの時期に花粉症にかかったとするじゃん。ってなるとさ、びっくりしない？あれなんか鼻がムズムズするし、喉がかゆいし、目がかゆい。で、
おまけに鼻水もたくさん出る。あれ、病気にかかったのかなとか、そういう風に思うよね。ただね、普通の風邪と違って、体温が上がったりしないからさ、多分不思議な感覚に陥ると思うわ。なんか病気にかかったのかな、でも体温が上がらない。なんだこれはって思うだろうね。うん。みんな花粉症の存在知ってた？まあでも5年目、いや、6年目とかに花粉症を発症したら、さすがにそんなに長い間日本に住んでたら、花粉症のことは認識し始めるのかな。いや、どうなんだろうね。いや、これがね、本当に日本で生活することのデメリットだと思う。うん。で、それだけ日本ではね、花粉が大問題になってるから、花粉の時期になるとね、まあ、テレビで面白い光景を見ることができます。天気予報のコーナーあるじゃん、テレビって。日本でもね、ニュース番組の最後の方にはね、天気予報が流れるんだけど、その時にね、花粉情報っていうのも出るようになるんだね。今日はたくさん花粉が舞いますみたいな。花粉症の人は気をつけてくださいみたいな、まあ、そんな感じの、まあ、情報が天気予報に追加されます。はい。だから、それを見て、あ、今日花粉多いんだ、みたいな感じで思うんだけど、まあ、それを見たからってさ、できることってあまりないんだけどでもなんかね、花粉が飛んでるか、飛んでないかって、本当に日によって違う。で、僕はさ、花粉症初心者だから、あれなんか今日、喉がいつもと比べて痒いから花粉がいつもよりたくさん舞ってるのかなとか、まあそういう感じで思う程度なんだけど、もう花粉症の、まあ重い患者さんとかだとね、うわ、今日は本当に花粉が多いなとか言ってたりするんだよね。うん。だから、まあ日によって、その花粉症の症状がね、ひどい日とそうじゃない日がある。で、それは花粉の飛散量によって、左右されるんだけど、まあ、花粉が今日は結構マシだなってなる時があって、まあ、それがどういう時かっていうと、雨が降った後だね。あ、てかそもそも雨が降っている時は花粉の影響をあまり感じない。うん。で、雨が降った次の日とかはね、意外と花粉が飛んでなくて気持ちよく一日過ごせるんだよ。だから雨にもいいことってあるんだね。いや、僕はさ、農家じゃないので、雨が降ってほしくないんだよね。まあ、農家の方だったらさ、雨が降らないと作物が育たないから、まあ、雨がないと困っちゃうなとかっていう風に思うと思うんだけど、僕は農家じゃないので、もう雨は極力降らないでほしいと思ってんだよね。だから、さっきも話したみたいに、もうずっと雨が降っている、まあ、梅雨の季節なんかは僕にとって最悪の季節なんだけどさ、ただ花粉の季節だけは、こまめに雨が降ってほしい。いや、だって、さすがに、2日連続とか雨だとさ、気分も落ち込んじゃうし、仕事もはかどらないんだよね。うん。だけど、1日おきに雨が降ってくれたらさ、まあ、晴れてる日も経験できるし、しかも、その晴れる日は、晴れる上に花粉があまり飛ばないっていうことじゃん。うん。あ、だからそれが一番だな。うん、この季節、まあ、2月はそこまで花粉症のピークじゃないから、まあ、3月かな。3月は、えー、1日おきに雨が降ってほしい。で、1日おきに晴れてほしいなって思う。うん。どうなんだろう。3月は、今年の3月は、
雨たくさん降るのかな。どうやら、1月が本当に、観測史上でも稀に見る雨の少なさだったらしいんだよね。でも確かにそうなんだよ。僕、東京にずっといたんだけどさ、全然雨降らなかった。うん。最近になって雪が降ったりとか、雨が降ったりとかするようになったんだけど、全然雨降らなかった。うん、だから本当に毎日、気分よく過ごさせてもらってたんだけどさ。うん。で、あとはね、花粉症対策としてできること他にもありまして、あのー洗濯物に花粉がつくことって結構あるっぽいんだよね。で、え浴室乾燥機とか、あとは、乾燥機とか、そういうものを使っている人も多いと思うんだけど、洗濯物を家の外で干す人も多いじゃん。で、家の外で洗濯物を干すとね、やっぱり洗濯物に花粉が付着するらしいんだよね。うん。だから、どうしても家の外で、洗濯物を干さなきゃいけないっていう人はね、家にその洗濯物を取り込む前に、十分に花粉を払ってからしまわないといけないんだよね。うん、で、僕はちなみに、外干しはしない派です。はい。外干しが嫌いとかではなくて、これはね、僕の性格を考慮して外干しをしてないんだよね。うん。まず、ベランダに出るのがめんどくさい。本当に僕はめんどくさがり屋なんでね。うん。で、僕が持ってる洗濯機は乾燥機ついてないんですよ。うん。だからどこかで必ず干さなきゃいけないんだけど、僕はいつも部屋干しをしてるね。うん。で、めんどくさい以外にもたくさんあってさ、僕ってやっぱり何事も忘れやすい性格なんだよね。うん。あとしかもね、ちょっと心配性なんだよ。うん。だから、一回外で洗濯物干し始めると、それを忘れちゃうんだよね。いや、これ本当に忘れちゃうの。だってみんなの中にもさ、いるでしょ？その忘れっぽい性格の人。だから、例えばさ、晴れてる時に、外で洗濯を干し始めたとするじゃん。うん。で、途中から雨が降ってくるとするじゃん。うん。でも、そうなったら僕、外で洗濯物を干してるっていう、その状況を忘れちゃうんだよね、多分。で、結局、洗濯物が乾かない。雨で濡れてしまうっていう状況になると思う。だから、僕はね、部屋干しをしてます。で、あとはね、やっぱり、めんどくさいね。その、雨が降ってきた時に、部屋の中にその洗濯物を入れるっていうのもめんどくさいし、あとはちょっと心配性だからさ、あの、なんだろうな。例えば、外で洗濯物を干してる時にさ、自分が出かけるとして、ちょっとなんか、自分の洗濯物が雨で濡れたらどうしよう。これから雨が降ってきたらどうしよう。みたいな感じで思っちゃうんだよね。だから、干せない。あとはさ、風で飛ばされるっていうこともあるでしょ。たまにさ、街を歩いててさ、誰の服だろうみたいな服がさ、落ちてることあるじゃん。うん。で、僕はね、持ってる服が少ないんですよ。もう本当に僕が着ている服って少数精鋭なんだよ。で、僕の YouTube の動画をさ、もう昔から長い間見てくれている人って、多分みんな思ってることあると思うんだけど、僕がこのカメラの前で着てる服って、大体いつも同じじゃない？大体同じような服着てるじゃん、僕って。うん。それくらい
僕が持っている服って少ないんだよね。だから、ただでさえ持っている服が少ないのに、外で洗濯物を干して風に飛ばされてしまったら、さらに服が少なくなってしまうってことじゃん。もう由々しき事態なんだよ、それは僕にとってうん。だから、洗濯物はあまり外で干さないかな。あまり干さないっていうか、全然干さない。うん。で、僕の友達にはね、乾燥機付きの洗濯機を買う人もいるんだよね。うん。で結構いる。うん。なんか便利らしい。うん。ただ、僕は、買って、高いしね。結構高価なんだよ。乾燥機付きの洗濯機って。うん。あとは別に僕はね、普通にハンガーにかけて干せばいいんじゃないかなと思っていて。だってさ、水が蒸発するのって、僕が何も手を加えなくていいじゃん。何が言いたいかっていうとさ、自動で乾くじゃん。洗濯物って。濡れてたとしても。時間が経てば勝手に乾いてくれるでしょ。うん、で、それを別に早める必要はないなと思ってて。だって、僕の労働時間としては、あまり変わんないんじゃないかなって思ってるわけ。だって、ハンガーに服をかけて、そうだね。ハンガーに服をかけて、干す。そしたら、勝手に乾くじゃん。うん。で、だから、そこの時間を乾燥機を使って短縮しなくてもいいわけ。僕の労働時間は変わってないので。はい。そんな理由で、僕はえー乾燥機は使ってないんだけど、あと乾燥機を使ってからさ、またハンガーに干すでしょ、どうせ。だったら、ハンガーに服をかけて、乾燥させて、自然乾燥させた方がいいんじゃないかなって思うんだけど、みんなどうそんな感じに思ってる。あとなんだろうな、服が少ない、本当に極端に服が少ない人にとってはいいのかもしれない。例えば、乾燥、乾燥機付きの洗濯機で洗濯するじゃん。で、乾いた状態で服がその中に、あるわけじゃん。その洗濯された後ね。で、それを取って、洗濯機の中にある服を直接取ってそのまま着るっていうことができるよね。それはいい。うん、それは便利かなって思うけど、そのパターンって結構限られるんじゃないかな。だって、極端に服が少ないと無理だよね。だから毎日同じ服を着ないといけないっていうことだよね。でも、その点だけは便利かな。乾燥機付きの洗濯機を買うことはね。だって、僕の洗濯機は加湿器がないや、乾燥機がついてないからさ、洗濯が終わってから取り出して、その服を取り出して着ることはできないからね。だって、その服が濡れてるから、びちゃびちゃのままで、お出かけすることになっちゃうんで、そんな恥ずかしいことは僕はしませんよ。うん。多分だけど、こうやっていろいろ理由をつけてるんだけど、僕が、乾燥機付きの洗濯機を買わない理由は多分、90%くらいが高いからだね。うん、高いから買わなくていいんじゃないかな、とか、そういう風に思ってる。うん。ただ、乾燥機付きの洗濯機を買ってる友達が多いから、その人たちはね、結構満足してるっぽい。うん。一人暮らししたら、絶対に乾燥機付きの洗濯機を買った方がいいっていう人結構いるからね。うん。買ってみないとわかんないよな。でもさ、自分の生活水準を上げちゃうとさ、
避けることってなかなか難しいじゃん。うん。もう、例えばだけどさ、もう、3階建てで、部屋が10室以上ある大豪邸に住んだ後に、ワンルームに住むのって、結構精神的に厳しくない？でしょ？だから、あまり生活水準は上げすぎない方がいいじゃん。だからね、僕は、今後しばらくは乾燥機がついていない洗濯機を、使い続けようかなっていうふうに思うね。うん。それでも乾燥機付きの洗濯機を使ってほしいよっていう人がいたら、ぜひコメント欄に僕が乾燥機付きの洗濯機を使った方がいい理由っていうのをちゃんと事細かく書いてください。論理的に僕を説得してみてください。それをしてくれたらね、僕も、本格的に、購入を検討したいなと思ってます。多分買わない。はい。ということで。あれもう時間か。時間だね。はい。あっという間だったな。久しぶりのポッドキャストだったからね。話したいことをたくさん話したけど、これからどんどん暖かくなっていくのが、とても楽しみということで、ぜひ皆さん、次回のポッドキャストも聞いてください。それでは、今日のポッドキャストはこれで終わりにします。バイバーイ。